こんにちは。今日は徳島がどこの国なのか見てみたいと思います。1693年の安隆福事件は、徳島が朝鮮の領土であることを証明する際に言及される主要事件だ。当時日本幕府は、当時安四国が滞在していた鳥取藩から鬱陵島と徳島ともに藩の領土ではないという上申を受け移領島徳島を朝鮮領と認定した。さらに渡海禁止令を下しこれを朝鮮に通報した。すなわち鬱陵島徳島のこの2つの島が国際法的に朝鮮の領土であることが再確認されたのだ。徳島が朝鮮領であることを明らかにしたもう一つの事件がある。松島当時徳島の日本名に渡ることも他国の海を渡るのと同じ重罪として処罰された伝法竹島一見当時の朝鮮では鬱陵島領土をめぐる紛争という意味で鬱陵島総会と表現したがそれだ。1836年に発生したこの事件は、まだ藩商人の今津屋八右衛門が日本幕府の図解禁止令を破って鬱陵島を拠点に密貿易をして摘発され処刑された事件である。このため日本全国に訪問が掲げられ、図解禁止令に違反した者に対する厳重な処罰警告とともに鬱陵島への接近も禁止された。日本政府が徳島を朝鮮の領土と明示した資料である大上官指令も注目しなければならない。大上官指令とは、徳島鬱陵島を島根県地図に含めるかどうかを問う島根県の質疑に対し当時最高機関であった大上官が徳島と鬱陵島は朝鮮の領土であり、日本とは関係のない地域という結論を課し内務省に通達した公文だ。すなわち大上官指令は、鬱陵島と徳島が日本の領土ではないという事実を日本政府が自ら公式明示した公文書だ。これより前の1年前の1875年、日本陸軍参謀局が作った朝鮮全図には、鬱陵島徳島が朝鮮領土と表記されている。西洋と朝鮮の地図まで参考にして正確性を期したと評価される公式地図だ。それだけでなく1877年に日本陸軍参謀局が作った日本政府公式地図である大日本全図1979年に作ったアジア東付与地図には、徳島が日本領土以外の地域と認識され表記さえされていない。また1881年に日本政府が作った大日本全図と1883年に出た改訂版にも徳島と鬱陵島は日本領土に含まれていない。日露戦争1904-1905で日本が徳島を強奪する前に徳島を日本領土と明示した公式地図は一つも発見されなかった。さらに1900年高宗が大韓帝国勅令第41条を通じて鬱陵島と竹島徳島を鬱陵郡に格上げし韓国の領土であることを明確にしたことも気づかせない。1881年、日本人が鬱陵島を侵犯するという内容が1881年朝鮮朝廷に報告されると高宗は池井元義をも鬱陵島観察使に派遣し日本人の侵犯を監視することと鬱陵島と近隣の2つの島を詳細に調査することを指示した。高宗はすでに徳島の存在を確信し特命を下したのだ。鬱陵島から帰ってきたイギオンは鬱陵島と島を作り鬱陵島付属島である竹島と観音島を視察した内容などを報告した。李慶元イギオンの搭載後高宗は1900年大韓帝国勅令第41条を通じて徳島をはじめ鬱陵島付属島と鬱陵島に対する実効支配に上理でした。徳島は韓国領土であり主人のいない無主地ではなかった。したがって国際法に基づく茂主前天論誰も住んでおらずどの国も影響力を及ぼさない島を先に先取りした者が主人だという論理は成立せず日本の領有権主張は無効である。明治政府がひとまず韓国領と決定した事項を後に日本領に変更したことは一子不在の原則に反するものであり明治憲法上も国際法上も明白な不法だ。第二次世界大戦後韓国は徳島領有権を取り戻した。第二次世界大戦後のサンフランシスコ講和条約の作成過程で韓国は当初の草案通り徳島の韓国領有を明示するという意思を米政府に伝えた。米国はラスク国務次官の書簡を送りこれを拒否した。ラスク書簡には徳島通常人が居住しないこの岩海は韓国の一部として扱われたことがなく1905年以後日本島根県沖ノ島管轄下に置かれていたと記されている。しかしこれは日露戦争当時徳島を戦略的要衝地として利用するために模主前天論を根拠に強奪した行為を確認したに過ぎない。その後米国は徳島領有権に対して態度を変え立場を明らかにしなかった。
米国主導のサンフランシスコ講和条約第1次から第4次草案までは、日本から除外される地域を仏表島徳島チェジュ島と明記し徳島を韓国領に分類した。これに対し日本政府は、順に自国の領有権を主張した調書を連合国司令部米国務省に提出した。竹島を昔から領有したという証拠として、長久保積水の改正日本予知労政前図も添付した。その後条約草案の日本から除外される地域から竹島が削除された。結局サンフランシスコ講和条約1951年には、徳島竹島に対する言及は一切なく両国のどの国の領土なのか明記されなかった。今年7月に発刊した日本防衛白書とこれに先立ち1月に東京に再開館した領土主権展示館などを通じても依然として日本政府は韓国が竹島を不法占拠していると批判しているがこれは誤った主張だ。日本は1965年6月に締結された韓日条約韓日漁業協定で韓国の徳島領有を容認し自国の領有権主張を撤回したためだ。日本が特定秘密保護法を通じて資料を隠蔽しても真実は明らかにならない。